はいどうも、今日はですね、楽器を弾く人がどうサンプラーを活用できるかということについて話してみたいと思います。僕が使っているのはですね、エレクトロンのデジタクトなんですけど、大概のサンプラーは今からやることできます。厳密に言うとLA4 の使い方とかはね、ちょっと変わってるんですけどね、デジタクトは。それも踏まえて、やっていきましょう。まずですね、プロジェクト開きます。これ初期から入ってるやつです。これ消してもいいんですけどね。まずテンポ決めましょうかね。どんぐらいがいいですかね。メトロノーム鳴らしてみて。120は早すぎますね。97とかいいかもしれないですね。でこれに、ギター弾きます。ギターじゃなくてもいいんですけどね。キー何がいいですかね。E フラットとかにしときましょうかね。なんかちょっと明るすぎますよね。なんかもうちょっと。はい、いいですね。これ好きですね。こんな感じですね。こんなので今のいい感じじゃないですか。こういうアイデア何でもいいんですよ。結局チョップアップしちゃうんで、今のを取りましょう。今 E フラットでやってましたけど、でも最終的に E フラットにしたいからちょっと高めでやりましょう。下げるんでどうせピッチをおそらくね。E フラットじゃなくて F シャープぐらいにしときましょうか。それだと3個下げれるでしょ。もう一回やります。みたいな感じですかね。どうでしょう。ちょっとインプロしましたけどね。こういうなんか細かいの入ってた方がね、後で面白くなるんですよ。バッチリですね。これでセーブします。ここにサンプルロードしました。これ4小節にして、でディケイなしにして、こうやってインプロしてもいいんですけど、これだともうただ普通にルーパーペダルとドラムマシン使っても一緒なんで、ここからチョップアップしていきます。とりあえずピッチ下げましょう。それだけでも結構いい感じになるんですよ。1、2、
123、もうちょっと下げましょうか、試しに。いい感じですね。 D でいきましょう。もうこれをまずじゃあスライスしてみましょうか。スライスっていうのが最近ついたんで、 1.50 デジタクト OS ですね。こうやって4とか8とか16とかこうやって均等の長さに切ってくれるんですね。8とかやってみましょうか。でこれをクロマチックキーボードにして、これはよくやるやつですよね、 PC とかでも。ただこのエレクトロンのデジタクトのスライスは均等に切ることしかできないんですよね。それがちょっと現段階ではですけどね、アップデートされるか知りませんけど、ちょっとやりづらいんで、僕はやっぱりワンショットに戻しますね、マシンをね。 LA4 を使いたいと思います。 LA4 ってなんかみんなシンセのコントロールパネルとかで多分見たことあると思うんですよね。簡単に言ってしまうとですね、パラメーターのノブを設定した法則に従って自動で動かしてくれる機能のことです。例えば LFO をこのトラックのボリュームにアサインしたら、ボリュームを設定した法則に従って勝手に上げ下げしてくれるんですね。例えばこの波形ですね、この波形もう波のやつですね。これはサイン波とか制限波って言われる形なんですけど、この波の真ん中にこう横線をパッてちょうど真ん中に引くと、そこがニュートラルな位置になるんですね。ボリュームの元の設定が50だったらそこが50です。でこの波線がこう上に行ったら、この真ん中の線よりですね、横に引いてある線より上に行ったらボリュームは上がるし、そこから下に行ったら50より下がるってことです。でそれをこう周期的に繰り返すんですね。でその周期は自分で設定できるっていう。ちょっとやんないと分かんないと思うんですけどね。てかもう分かってなくても普通に試したらいろんなことできるんで、やってみてください。でこのデジタクトではですね、この LFO をいろんなとこにアサインできるんですね。これがピッチで、これがサンプルプレイモードで、ビットリダクションで、これを自動で動かしてくれるっていう。でサンプルチョップするときはこのスタートを使うんですね。サンプルスタート。そしたらこのスタートの位置を変えてくれるんですよ。このスタートの位置ってこれですね。ここからスタートしたらこれを自動で変えてってくれるんで、面白いことになるんですよ、大概はね。ちょっとやってみましょう。最初適当でいいです。波でもトライアングル、三角波でも制限波でも、これ区形波ですね、スクエアウェーブで、これはノコギリ波。これエクスポネンシャルって言うんですけどね、英語だと。なんて言うんだろう、日本語だと。指数関数なんちゃらとか知らんけど、これランプウェーブ。これも日本語わかんないですね。ランプって言うんですけど、こういうの。これランダムですね。これ完全初心者のためのチュートリアルではないので、そういうの要望があったら作ってみようかなと思いますけど、ある程度操作方法分かってる人のためと、楽器弾いてる人でなんかちょっとサンプラーってどんなことできるんだろうみたいなことを考えてる人のためのビデオなので、細かい操作方法とかはですね、機会があったら作ります。とりあえずスタートどうしましょうね。2小節ぐらいがいいかな。こうやってどんどん変化してきますよね。ライブリアルタイムで見るとこんな感じですね。こうやってこう軸に動かしていくんですけど、この元の位置を動かすともっと面白いんですよね。この三角波とか制限波とかを下に行っちゃうんで、下に行った時っていうのは、下っていうのは要するにここのラインより左ってことですからね。ちょっとこうやってアタックをちょっと下げましょうかね。
ですね。こうやってどんどん変化させていくんですけど、ちょっとだからある意味運なんですよね。こんなのは適当に動かしていってそこからどうなるかみたいなのはね。スタート位置をちょっと半分ぐらいしてみましょうか。これちょっと面白いですね。ちょっとフィルターもかけようかな。ここちょっと下げましょうね。こっちの方がいい感じですね。リバーブもちょっと後からしてね。いい感じですね、リバーブもね。このってやつ強調したいですよね。マイナス4だからマイナス4足す12はプラス8かな。これをちょっとオクターブ上げてみましょうよ。8にして OK。 面白いですか。これをここだけちょっとディレイかけましょうか。強めの50あたりですかね、大体ね。ちょっと出過ぎな感じするんで、ここアンプのボリュームちょっと下げましょうかね。このパターンはこのパターンで取っときましょう。正パターンして、これをコピーして次のパターンに行って、ここでちょっといじってみましょう。ここを一時的に LF をオフにしてパラメータロックで好きなところに変えれるんですね、これね。こっちの方がどっちかっていうとメインポイントで、こっち先がいいな。こっちをパターン1に移します。次あれ欲しいですよね。ちょっと違うパターン。ここはちょっとスライスしていきましょう。LF をオフにしましょうかね。これね、オフにして1個ずつ拾っていくパターンにしましょうかね。ここ逆再生にしましょうか。なんかちょっと違う、なんでしょう、メロディーとかだったり欲しいですよね。これいいかもしれないですね。次なんかまた面白いのあれば、コードっていうよりはなんかこういうのが欲しいんですよね。このメロディーどうなる？好きですね、こういう感じ。次8小節ループの最後のあれなんで、なんかこうコードで攻めたいですよね、ここね。最初はここでいいんじゃないか、2マイナーで。次ですよね。これいい感じかもしれないですね。いい感じですね。この後ここをどうするかですね。違うかな。これいいかもしれないですね。ちょっと一回弾いてみましょう。今のいい感じじゃないですか。最後はもうドミナントで締めましょうよ。あった、これだこれ。このトゥルレトゥトゥトゥのとこディレイとかかかってたらいいっすよね。60いかないか、60ぐらい。ちょっと今のやってみましょう。これがパターン1、2で、また1をやって、その後今作ったやつですね。いい感じだと思います。はい。
じゃあ次は何ですかね、ドラムどうしようかな。打ち込んでもいいんですけどねみたいな。今日めんどくさいんでループ使いましょう。ドラムループ、ドラムス、これいいじゃないですか。これ使ってみましょうか。これですね。テンポ違うでしょうけど、マシン使ってみましょうか。ワープ、これがなんか疑似タイムストレッチみたいなやつなんで、全然悪くないですね。これ8にした方がいいな。ちょっと下げたりとかね。なるほどね。ちょっと跳ねましたね、これするとね。跳ねてる感じいいっすね。ちょっとこれサンプルレートリダクションですね。でちょっと音を荒めにするとかね。このトラックコピーして他のパターンにもしましょう。ドラムかっこいいんですけど、ちょっとオーバードライブとか入れてもいいかもしれないですね。これドライブ入れてちょっとあとギターちょっとでかすぎますね。ちょっとこうやっていい感じですね。ループ楽なんでね、今日はループ使いましたけど全然ハマったんでいいと思います。使えるもんは使った方がいいですよ。今回はこのワープっていうタイムストレッチみたいなの使いましたけど、ワンショットモードで自力でやるとほんといろんなことできるんですよ。見せますけど、これを例えば3拍子っぽくすると多分できますよ。もうちょっと下げた方がいいですね、多分ね。4ぐらいかな。このトリガーをまた倍にするとハーフタイムシャッフルですね。バーナード・パーディーみたいですね。このトリガーをまた増やすともっと綺麗な16になりますよ。もっとエクスペリメントなことしたかったら、このループでやったことがないんでちょっとやってみますけど、ちょっと早くして、これマイクロタイミングっつってトリガーされるタイミングをちょっとずらしてるんですよね。なんかちょっとあれですよね、クリス・デイブのドランクビートっぽいですよね。いろいろできるよっていうことで、ベースはどうしましょう。ベース足しますか。なんかちょっとジャズっぽくはあるので、やっぱちょっとアコースティックベースみたいな、これいいですかね。これいけんじゃないですか。ちょっとディケイは切っといた方がいいですね、ベースならね。あとこれ気温が A なのでやっぱ C の方が使いやすいな。3つ上げます。そうすると気温 C でしょう。なんかこの高い周波数気になりますよね。